はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、皆さんの周りに一緒にいたらなんか心地いいなと思う人いませんか？実は品のある人の気配りっていうのは豪華なプレゼントを用意したり特別なことをしたりすることではないんです。ちょっとした言葉遣い、そしてちょっとした行動の違いなんです。今日は品格のある人がやってる気配り3つをご紹介します。これらを知るだけで人間関係はぐっと良くなります。ぜひ最後まで見てください。では結論からいきます。まず1つ目です。大丈夫で終わらせないことです。そして2つ目です。人前で指摘しないことです。そして3つ目です。相手に余計な謝罪をさせないことです。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。私が日常で感じたこと、笑えたこと、そしてびっくりしたことなどたわいもない話をしております。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてチャンネル登録まだの方、今のうちにぜひよろしくお願いします。ではまず1つ目の大丈夫で終わらせないことです。これ私の話なんですけど、ある日友達と一緒にいた時に私急にすごいむせちゃったんですよ。顔が真っ赤かになってすごいしんどくなってて、でその時に友達が大丈夫って言うんですよ。で私せめて水買ってきてから大丈夫って言ってよって言って怒ったんですよ。なんか逆ギレってあるじゃないですか。で私のあれはもう無声ギレでしたね。無声ギレ。新しい言葉です。もちろん大丈夫っていう言葉は悪いわけではないです。大事なのはその後なんです。例えばレストランで相手がコップの水をこぼしたとします。でその時に大丈夫ではなくて、大丈夫ですよ、店員さん呼びましょうって言える人が素敵です。品のある人っていうのは心配するだけではなくて行動で相手を安心させます。はい、では2つ目の人前で指摘しないっていうことについてご説明します。例えば口紅が歯についてる、シャツがズボンからはみ出てる、敬語を間違えてるなど、こういう時にシャツがズボンから出てるわよっていう風に大きな声で言う人います。でも品格のある人はそっと耳元で伝えたり他の人に聞こえないように教えたりします。例えば口紅が歯についてるとしたらコンパクトミラーを相手にそっと渡して合図で教えるとかです。相手を助けつつ相手のプライドを守ることを意識するといいですよね。正しいことを言うよりもどう伝えるか、そこに品格が現れます。はい、では3つ目の相手に余計な謝罪をさせないっていうことについてご説明していきます。例えば誰かが待ち合わせに5分遅れたとします。でその時に遅かったですねって言ってしまうと相手はまた謝らないといけなくなります。でも品のある人は暑かったでしょうとか、そのお洋服素敵ですねとか、あと今来たところじゃなくても私も今来たところですって言います。とても素敵ですね。では今日のお話をまとめます。品のある人の気配り。まず1つ目です。相手に恥をかかさないです。そして2つ目です。相手を慌てさせないことです。そして3つ目です。相手に余計な謝罪をさせないことです。相手の立場に立って相手の気持ちを少しでも軽くしてあげることが気配りです。皆さんぜひ今日から一つでも意識してみてください。ここで皆さんに質問です。この3つのうちにどれを一番意識してみたいと思いましたか？ぜひコメントで教えてください。はい、ではさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ、今日の原稿を書きながらあることを思い出したんです。何かって言ったら人前で指摘しないって書いておきながらうわっと思いました。それ何かって言ったらついこの間友達を人前で指摘してしまいました。はい、仲のいい友達3人でゴルフしてたんですよ。そしたら1人の
このお花にお花くそがついてたんですよ。で言わんでもいいかと思いながらおったんやけど、どうしてもね気になることがありまして、それが何かって言ったらお花くそのお色だったんですよ。どんな色かって言ったら、もう蛍光緑だったんですよ。なんかすごいわかります？すごい緑あるじゃないですか。眩しい緑、あんな色だったんですよ。それで言ったんですよ。ねって言って、お花くそついてはりますけど、それはよしとして、それよりもさ、そのお花くそのお色の毛なんですけど、すごい色してますよって言って、ほんでそこからみんなでうわーほんまや言うてめっちゃ盛り上がりましたはい、以上今日の小話でした。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。